こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。ここ羽生内久邸私どもの本店、お客様によく言われます。とても見やすい美しい庭ですねと。ありがたいことです。ある方にこの庭には私が作った時のいろいろな思いといろいろな日本の文化が込められていると聞いたと。一度それを説明してほしいと、このようなご要望をいただきました。今日はこの羽生内久邸前庭前のこの庭に込められた作った内容のエピソードをご紹介させていただきます。ここ羽生内久邸の庭はさまざまな日本の文化、これを静かに織り交ぜています。皆様が今ご覧になっているこの正門、日本でいうと辰巳という場所にこの門が開いています。日本には古くから科捜と言われる法医学を中心にさまざまな決まり事を培ってきました。古くは西暦で500年代に中国から渡来したと言われる陰陽、易学、歴学、そういうものを織り交ぜたものが600年代、律令制度や仏教とともに広く日本に定着し、それから500年の時をかけて平安時代には陰陽道、皆様がご存知の安倍晴明たち、陰陽師たちがさまざまな易学を用いて世の中の吉兆や良いこと悪いことを占ったと言われます。この庭にはその中の一部、そして日本人が持つ死生観の中の仏教から来たものを織り交ぜたものが広がっています。内久邸の正門、辰巳から陽の木を中へ取り込み、訪れる方々、盆栽、そのすべてがその木に包まれた中で楽しめるようにと設計されています。門の内側に入れば大きな靴脱ぎがあります。その靴脱ぎの上に立てば、その向こうには白砂の中に石でできた渡りの船があります。船には何も乗っていません。右手を見れば盆栽界に唯一と言われるこの庭の中に持仏堂、観音堂が立っています。人は最後は仏の世界へ。しかしご覧ください。この船にはこの靴脱ぎの石から飛んではいけません。大きく庭を回らなければたどり着くとこには行けないのです。庭の中心にはこの多宝の塔が立っています。鎌倉時代の作と言われるこの石塔は、私どもの大恩人、水石界を牽引した片山伊忠先生の形見の塔でもあります。片山先生は東京都文京区団子坂上にお住まいになっていました。道を一筋離れると、そこには和菓子の店一路庵があります。この一路庵に住み暮らす猫、この猫が何代も何代も前に遡ったその先祖が明治の文豪夏目漱石が残した「我が輩は猫である」の猫だそうです。この石塔は一路庵から夏目漱石のゆかりのものとして片山先生の庭へ運ばれました。残念ながら
戦争の時に爆弾の火をかぶり痛みや損傷が出ていますが、鎌倉時代から受け継がれたもの、夏目漱石から片山先生、そして今羽生の打首亭の結界を封じ込める石塔となっています。私が申し上げた結界、つまり日本の法医学の中には陽の気、陰の気、これを交互に司りながらお互いに調和をさせる法医があります。陰の気と言われるこの鬼門封じ、これを私どもはまずは平安時代の小さな石塔へ、そこから先ほど申し上げた片山先生ゆかりの鎌倉塔、そしてさらに向こうには明治の作渋沢栄一郎ゆかりと言われる鞍馬の灯籠、この灯籠3本が鬼門の真上に3点乗っています。これによって鬼門封じをして陰の気を抑えているわけです。庭園の通路にも隠された思いがあります。仏教の掛物で出てくる演奏、つまり物事の始まりから終わり、物事の基本と最後に届くところは似て非なりというものです。この庭も門をくぐり、靴脱ぎから延べ段という通路から、そして飛び石を渡って応接室へ、それでもまだ終着点の観音堂には届きません。そこからさらにまた飛び石を飛んで、そして最後に観音堂への入り口となる。つまり人は近回りはできない、全部経験してこそのなぞらえが込められています。庭の中に唯一のつくばいが小さくあります。実月の掛けつくばいと謳われるもので、南北朝時代の五重の石塔の一部の屋根を見立て使いで江戸期に作られたものです。水がたまるところには日輪と三日月があり、日の光、夜、そして水、盆栽に欠かせぬ3つの要素がここに守り水として称えられています。右の手前を見ればわずかに欠けているところがあります。先人の教え、物事には完璧はない、自然のありのままに、それを大切に歌い上げるための守りつくばいです。延べ段の外側を囲む築山、杉苔の上に盆栽たちが健やかに過ごしていますが、この築山はよくご覧ください。大屋島、つまり日の本の島々を表しています。島々に生い立つ木たち、これこそが日本の自然を歌っているものなのです。各所に据えられている飛び石です。打首亭の前庭に置かれている飛び石はすべてが天然の石で、薄く見えますがこの下に30センチ、50センチ、果ては1メートル埋めてあるものもあります。自然石であるがゆえの一足飛びの飛び石たちの妙です。応接室から飛び石を渡り、天地人の上がり段を登れば、そこには仏性世界の観音堂があります。この観音堂はここに生きるすべてのもの、
訪れる人、命ある盆栽たちが健やかに生きるように、衆生の苦しみや痛みを吸い取ってくれる観音を祀ってあります。建てられているこの古材は、明治の近代日本画を築いた牽引者岡倉天心先生の古い居宅の一部を使用しています。内工堂の名は大徳寺宝珠院23代ご住職によるご記号です。観音堂は粗末な造りではありますが、道具としての基本的な設計の中で基壇の上に乗っています。基壇の周りを支えているのは陰陽安倍の生命神社の五芒星の瓦門、そして奥には大徳寺の脇門総門が結界を張るようにこの観音堂を守っています。円相のように作られている延べ段、訪れる人が歩く道と飛び石、これと観音堂を抱えるように湖のように錆び砂利が引かれています。その中に立つ石柱で作られた盆栽の台、すべてが奈良時代のものをこちらに運んだものです。小宇宙のような空間に浮かび出る盆栽たち、それこそは観音堂の木から生まれた仏性といえる盆栽たちの姿なのです。庭に立って奥の何百本とある盆栽の棚へ行くときにくぐり門がもう一つあります。この門は正面の門からまっすぐに辰巳の木が中へ送り込まれるように作っています。古い時代の法医学、安倍家が支えた陰陽、そこから土帝家と、そして明治の時代に神道との合流によって今は脈々とその文化は日本のさまざまな生活の中に生きています。この内久邸の盆栽庭園もそこをかしこにその願いが込められていることを、またお遊びにいらした時になるほどなと思い出してくださるとありがたいです。今日は庭園のご紹介をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。過去のアーカイブス、そしてこれからまた皆様のご要望に応えるいろいろな取材、お楽しみいただければと思います。チャンネル登録をしてぜひ全てを楽しんでやってください。本日もご視聴ありがとうございました。